おはいえなし、ついに原神がマリオメーカー化するらしいです。はですよね。正確には原神にて UGC を導入するらしいです。User Generated Contents。ただ多くの人にとってはそれを言っても何それではないでしょうか。私も今でこそ偉そうに知ったかぶってますが、原神からアナウンスがあるまで UGC なんて言葉1ミリも知らなかったので同類です。が、この UGC なるものを知るにつれて前々から14に対して思っていたこととリンクしたのと、先に言っちゃうとファイナルファンタジー14や名称に UGC を導入すべきかという意見が私と AI で真っ向から対立したので、皆さんの意見も聞いてみたく取り上げてみました。動画の構成としては UGC って何、14に対して導入すべき、名称に対して導入すべき、この3本立てで参ります。まあちょっとキャッチーな話題ではないのであんま興味ないわって感じだと思いますが、お湯沸かしてる間とかでも適当に聞いてください。早速本編どうぞ。家なしララチャンネル。 UGC User Generated Contentsとは、その名の通り運営ではなくユーザーの方が手動で作り上げていくコンテンツのことで、めちゃくちゃ雑に言うとマリオメーカーです。あれはマリオやファイアバーといったグラやモーション、あるいは触れたら死ぬとか一番右のゴールに触れたらクリアとかいったルールだけが与えられていて、あとはお前らが好きに作ってお互いに遊べって感じで委ねられます。作ったものは全国でシェアし遊ぶことができます。マリオメーカーそのものが UGC というよりは、マリオメーカーが UGC を作り出すための装置だと私は捉えています。私は原神エアプ勢なので原神に対する言及は最小限にとどめますが、原神も基本的には運営がシナリオなりキャラクターなりサブゲームなりを作ってはユーザーに提供し、ユーザーがそれを食べるというオーソドックスなスタイルだと思うんですが、今後は原神サイドが用意する箱庭のもと、ユーザーが自由にコンテンツを制作し、他のユーザーがそのコンテンツをプレイできるそう。どこまでの自由度が担保されるのか不明ですが、これを見る限りは結構自由度は高そう。なんなら冒頭マリオメーカーで例示しちゃったけど、マイクラレベルの方が言えてるかもしれません。ではこの仕組みを14や名称に当てはめようとするとどんな感じになるのか、それを想像するとともに導入の是非について頼まれてもないのに勝手に考えます。まずは話の構成上 MMORPG である14から。原神の例が結構激しいので目くらみがちですが、まず最初に言うと14はすでに UGC 結構あると思っています。その代表例がハウジングです。とりあえず運営から土地と家屋と庭具やら家具やらカララントやら渡されて、あとはユーザーが各自創意工夫して作っていくっていうのは立派にユーザーがジェネレートしているコンテンツです。というか冒頭分かりやすいからマリオメーカーっていう例を使っちゃっただけで、 UGC ってユーザーがジェネレートしたコンテンツ全般を指す言葉だから、極端な話 X のネタポストやら口コミだって立派な UGC です。結局程度の差あれ大体 UGC だと思っていて、程度の差と言ってるのは、例えばまず公式からどこまで受け取るのか、家具という物だけ渡されて用途はガチで自由、例えば家具を頭に装備してバトルに使うとかも含めて自由に振る舞えちゃうのか、それとも今の14の仕様みたく家具はハウジングエリアの家屋内だけで一定数だけ置けますみたいな一定のルール込みで渡されるのか、そして受け取ったユーザーサイドとしてもどこまで気張ってコンテンツを生成するのか、例えばこんなん作ったよというハウジングポストで済ませるのか、ハウジング見学ツアーとかのイベントまで企画しちゃうのか、さらにはハウジング検索サイトまで作っちゃうのか、運営が用意するものの差、ユーザー側が作るものの差はあれど、すでに14には UGC が結構転がっているという認識でいます。SS とかミラプリを見せ合いっこするのもユザイベなんかも UGC ですね。なのでこの動画で言う14で UGC を導入すべきかという話は、ここでは14のバトルコンテンツで UGC を導入すべきかという話に絞りたいと思います。バトルコンテンツに限って言うと14は結構 UGC 味低いと思っていて、基本的に運営が用意したフィールドで運営が用意したグラフィックやパラメーターのボスが運営が用意したギミックを仕掛けてきて、それを受けてユーザーが一方的に攻略するというスタイルのコンテンツだと思っています。 UGC 味がないのではなく低いと言ってるのは、例えば私が企画しているような高難易度でパーティーメンバー1人動かさずに攻略するみたいなチャレンジおよびそのレポート動画ってゴリゴリ UGC ですし、もっと極端な話攻略動画だって立派な UGC ですが、原神でアナウンスされているような UGC と比べると、そういうチャレンジや攻略動画は公式が提供しているシステムの外でやっていることなので、故にユーザー間同士の波及効果も限定的ですよね。なんでそういうのは一旦抜きにして、原神レベルの UGC を14のバトルコンテンツに当てはめるならどういう感じになるのかって考えたら、皆さんもう想像ついてるかと思いますが、私はバトルコンテンツのエディター機能実装が分かりやすく UGC 味あふれていると思っています。めっちゃ前、私は架空のバトルコンテンツの架空の攻略動画を作ったことがあります。まさにあれを14の中で実装できるようにし、そして他の人にやらせるような機
機能です。あの動画を作ってる時、私は14にそういう機能あれば面白いのになと思いながらパワポグリグリ動かして作っていました。ユーザー同士がバトルコンテンツ作ってやり合えば、運営から提供されるコンテンツの不足感も緩和できるし、ユーザーサイドの自由な発想によってギミックの新たなデザインも生まれるかもですし、作ってやらせるという交流そのものがユーザー間のコミュニケーション促進、ひいては14のプレイ意欲の維持につながるんじゃないか。じゃあバトルコンテンツのエディター機能を作り得ちゃうかって当時は思っていましたが、今となってはまあまあ反対です。なぜかというと、きっと既存コンテンツがつまらなくなっちゃうと思うんだ。ただでさえ私のような攻略動画投稿者の存在もあり、バトルコンテンツの消費スピードが加速している中、そんなエディター機能をリリースしようものなら容易に想像つくのが次の未来。リリース後1ヶ月間、ユーザーがクリエイトしたオリジナル語句、オリジナル例式ブワー、うわー面白い。その後運営から公式のインスタンスダンジョンや語句の提供、いやそのパターン散々やったし、こんな感じ。我々が作って消化しきっちゃう弊害ですね。あともう一個、面白いとかつまらなくなるとかそういう感覚的な話以前に致命的だと思う要素がありまして、以前私が見かけたツールの話なんですが、海外で独自にシミュレーション環境を作って、そこで8人が同じ空間で好きにキャラ動かせるようになってて、さらにはバトルギミックまで自由度高く実装できるようになっていて、そのツールで海外チームが某絶の後半ギミックの練習をしてたんですよね。皆さんはこれ違法だと思いますか？私は全く思いません。なぜなら14の資材と全く関係ない位置づけのツールだからです。ディスコードと同じような立ち位置の認識ですね。実際 X でもグンヒルド・ディルーブラム霊式の女王の大直令ギミックをシミュレートできるツールとか出回ってましたし、この海外ツールを糾弾するならそっちはどうなんだって話になっちゃうかと思います。ただ違法ではないとは思うんですが、それはわざわざ独自環境を作るという知識と熱意の末にごく一部の人が恩恵に授かっているから弊害が表面化していないのであって、公式でエディター機能を作っちゃったら誰かがそれで本番コンテンツの仮想練習環境を構築し、それ使って練習した結果本番を楽に超えちゃう、ひいては達成感の減退、ひいてはコンテンツ寿命の短縮化につながるっていう負の側面の方がでかくなっちゃうんじゃないかなと想像します。そういう意味で先日の PLL で発表された新ディープダンジョンの99回ボスの仮想練習システム、あれって今のツールの話と近しい認識なんですが、私結構踏み込んだなって思ったんですよね。71回から開始できるだけでも結構ユーザーに寄り添ってると思うんですが、そこまでやっちゃうんだ的な。というわけで話が散らかりつつあるのでまとめると、14のバトルコンテンツに UGC を促進するエディター機能を持ち込むと、短期的には活性化が見込める一方、中長期的にはバトルコンテンツへの飽きの早期化につながり、さらに練習機能として使われることでのコンテンツの消費スピードの加速も招くので、私個人としてはあれば面白そうだけどなぁとは思いつつもやめといた方がいいんだろうなっていうのが所感です。コンテンツが少ねえよっていう不満があるのは認識してますが、その打ち手としてこの話は微妙じゃねっていうスタンスですね。いや私は欲しいんだけどね。ちなみに AI の意見としてはこっちはおおむね私と同意見で、私が触れていなかった反対意見の理由で言うと、14はバトル難易度やギミックの構成が厳密に調整されており、 UGC での荒い作りのコンテンツが氾濫すると公式コンテンツの価値やブランドが相対的に下がる可能性があるとのこと。確かにチャットバブルの導入すら画面上の絵面的に既存の雰囲気を壊さないか慎重に検討したとか言ってましたし、例えば木人みたいなグラのやつが絶クラスのギミックぶちかましてきたらそれが興ざめ要素になるというのは一理ありますね。皆さんの意見もお聞かせください。ここまでが14への言及でした。それでは14よりは原神とベクトルが近い名調においてはどうでしょうか。家なしララチャンネル。原神がアナウンスしているような UGC を名調でも導入するべきか。こっちは私と AI の主張を先に言っちゃうんですが、私反対、 AI 賛成です。マジか、 AI 賛成なのか。その対立について紹介する前に、さっきの14と同様一言で UGC 導入するっつったって名調においてはどんな感じになるの目線合わせから入りたいんですが、どんなんなんだろう。思いつく限り上げちゃうんですが、例えばマップに点在するお遊び要素や釣りだとかおとぎのドリームランドといったミニゲーム系のオリジナルステージを実装する機能、ホロタクや虚無領域のクライシスみたく高難易度バトルコンテンツのオリジナルステージを実装する機能、あとこんなん想像力に乏しいからこんぐらいしか思いつかん。原神のアナウンス的にオリキャラ作れるとかそういうレベルの話をしてるわけじゃないと思うから、一旦この動画では名調で UGC を実装するなら今言ったような機能とさせてもらって、じゃあこういうの導入した方がいいのを考えます。まずは非課線の私目線で名調が UGC 導入すべき理由を作りに行くんですが、名調は14と比べて何といっても足元の UGC が若干少ないです。まあそれは当たり前な側面もあって、14は MMORPG、同じ空間に大勢の人
人が共存するジャンルな一方、名調はオープンワールドかつ部分的にはマルチプレイもできるものの MMO と比べればどうしてもユーザー間の交流はやや希薄で、それもありユーザーがコンテンツを生成するモチベーションもやや弱くなる印象があります。そういう状況下でイベントを企画する人は私もすごいなと思いますし、開発元の黒ゲームズもそういう方を重宝しているように見えますが、それは置いといて、攻略動画とか同時視聴とか広い意味では UGC だよね的なやつを除いて UGC 味高いやつが生まれる名調内の機能はそれこそフォト機能ぐらいな気がします。一応 UGC が生まれにくいことへの打ち手になっているものはあるんですが、その紹介は後回しにするとして、そういう UGC 生成装置があまりないのもあってか、この動画はバージョン 2.6 の前に投稿してるんですけど、バージョン 2.5 の後半が新キャラ実装なし、超責任務なしだったことから界隈にはやることねえとかいう声もちらほら。パッチ間隔4ヶ月に慣れた非課線の私としては6週間で新しいもん食べさせてくれるのにマジかよってカルチャーショック受けまくりなんですが、いずれにせよそういう声も上がっているのであれば、原神が実装するような UGC ってそういう虚無期間の穴埋めもしてくれるので、名調がいよいよ最強の地位を確固たるものにするマスターピースなんじゃないかと考えることができると思います。なんですが、私は現時点では名調はそんなことしなくてもいいと思うんだけどな派です。ない方がいいではないし、あったらプラスではあるよねではあるんですが、あえて今作る必要があるかなっていうニュアンス。その理由として一番でかいのは原神と名調の稼働年数の差です。稼働年数っていうかサービスのライフサイクルのステージの差。原神ってセールスやアクティブプレイヤーの絶対数で言えばまだまだ派遣ですけど、一方で伸び率で言えば名調などと比べて後塵を拝しています。別にそれが悪いって言ってんじゃなくて、もう5年も稼働していてサービスが円熟期を迎えているんだから、円熟期の振る舞いとして当然だと思っていて、そういう成長期のサービスよりもユーザーが既存コンテンツに飽きる度合いが高いはずの成熟期のサービスが今後運営が提供する新規コンテンツの目新しさが目減りするかもというリスクに目をつぶり、今まで積み重ねてきた巨大なアセットをユーザーに開放して好きに使わせることでサービスの寿命の伸長を図るというのはロジック通ってるし悪くないんじゃないかなと個人的には思います。だから原神がそれを導入するのはすごくいいこと、というかいい方に転ぶかは分かんないけど、少なくともチャレンジングでいいなとは思うんですが、一方で名調は早いっしょって思うんだけどな。結局そういう機能を実装するのも工数が必要、なんなら自由度が高い分バグを抑えるための開発コストめっちゃ高そうですし、そこに運営がパワーをかけるくらいなら今まで通り殺人的な品質を持って運営サイドでコンテンツを生成してもらい、ユーザーに殴りかかることに全力注いでほしいと私は思います。殴りかかるべきだではなく殴りかかってほしいだから願望になっちゃってんのかな。でもマリオメーカーのオリジナルステージとか見てても思うんですけど、確かにクリエイティビティが高いやつとかもありますし、ユーザーサイドでコンテンツが生成され相互にプレイされることによる口コミ効果ってすごく高いなとは思うんですけど、でもオリジナルステージの大多数はのこのこクソほどステージ上に敷き詰めたような出落ちステージだったりする印象なんだよな。ユーザーの大多数は遊びを作るプロではないので、そういう我々がキャッキャする箱庭の提供は名調が原神ポジに君臨した後のいわば老後の楽しみにとっておいてもろて、今のような右肩上がりのイケイケどんどん中は遊びを作るプロである運営が自分自身でコンテンツを生成することに 100% リソースを使ってもらった方が結果としていいんじゃないかなというのが今の私の意見です。日本のクソゲーあるあるじゃないですけど、本編がゴミみたいな出来なのに謎ブラックジャックとか謎コレクションとかわけわからんミニゲームで埋め尽くされてるやつあるじゃないですか。ああいうミニゲームが生きるのってまず本編で確立された確固たる世界観があって、ああこの世界の中でいろいろやりてえなっていう欲求が芽生えたところにスッと差し出されて初めて美味しくいただけるものだと私は思っています。私にとっては名調はこの世界でいろんなことやりてえなって思う域にすでに到達はしてるんですけど、稼働1年で全員が全員にとってそこまで至ってるわけではないと思うので、まずは本編、まずはキャラクターメイクに全通した方がいいんじゃないかなと思う派です。で、ここまでが私が内地へ使って考えたことなので、ここからが AI 様が UGC 導入について賛成、正確には検討する価値が高いとおっしゃっている理由について共有します。といっても AI 様が UGC を押す要素はここまでの話ですでに出ていて大きくは3つ。1つ目、ユーザー参加による創造性活性化。ユーザー自身がコンテンツ作るからコミュニティに活気が生まれるよってやつ。2つ目、バイラル効果。自然発生的な動画や投稿による拡散が期待でき、マーケティング面で高い費用対効果が得られるよってやつ。3つ目、プレイヤーエンゲージメント向上。創作への参加に対してゲーム内通貨とか報酬を与えることで長期的なプレイ維持やライフタイムバリューの向上につながるようだそうです。まあ
なんか名調に特化して言ってくれてないから回答にそこはかとないダメコンサル感を覚えるんですが、例えばコンテンツ作るモチベ高めるとか、それに対して報酬を与えるとかいう話で言うと、名調ってすでに二次創作を喚起するための取り組み結構やってるんですよね。公式で二次創作物を取り上げる番組放送したり、動画投稿、配信、イラスト、それとゲーム内の戦闘に関する動画へのインセンティブプログラムだったり、その影響もあってか、さっき40と比べて名調 UGC 少ないって言いましたけど、初手の動機づけこそ運営から図られているものの、界隈の UGC を促していくっていう面では結構カバーされてると思っていて、それでなんか問題あるんだっけとはやっぱ思っちゃうんだよな。そういうプログラムの運営費が重荷となっていて、もう少し自発的なユーザー活動を促したいという課題感があるならわかるんですけどね。というわけで AI 様のご意見を持ってもなお、私としてはって感じでした。ちなみに補足ですが、 AI 様の回答を見た時に、言ってることは誰も否定しないと思うけど、それ上げるんだったら14だって UGC 推しにならん？なんで14は導入反対で名調は賛成なのって思ったので聞いてみたところ、大多数の回答は納得いかなかったので割愛するんですが、唯一ほーんって思ったのが、名調の方が世界観の一貫性について柔軟だからというもの。要は UGC によってちょっとイカれたもんが出てきても、なんだろう、例えばフローバがひたすら飯食ってるコンテンツとか、カルロッタがひたすらドスケベのコンテンツとか、そういうイレギュラーが出てきても14より受け入れる柔軟性があるってことだと私は解釈したんですけど、それは確かにそうかもなと感じました。それは14がダメだってわけじゃなくて、何せ14は10年の積み重ねもあるし、 FF シリーズ全体のブランドも背負ってるし、 UGC を受け入れられるかどうかっていうのは、そのゲームが背負ってるブランドイメージや二次創作への風土の差も作用しているとは思いました。そんなわけで、私は原神の UGC に対しては14名調ともに静観しときゃいいんじゃね派ではあるんですが、とかなんとか言って名調さん、ホヨバゲーの仕組みについてはことごとくオマージュというかフットワーク軽く取り入れていく傾向があるので、数ヶ月後に UGC 作りますとかアナウンスあったら草なんですが、別に遊びのプロであるクロゲームスがそういう判断を下したのであれば、それはそれでポジティブに受け入れてどんなもんになるのか楽しみにしたいと思います。結局のところクロゲームスを信頼してるからお前が作れっていう主張になってるだけだと思っているので、遊びのプロたる運営が取り入れると決めたなら、その意思決定間違ってないっしょっていう信頼です。最後にこれは完全に余談です。私は面白ゲームはバチバチに競い合ってお互いにさらにいいもん出してほしいと思ってまして、決して対立煽りをしたいわけではないという前置きをした上で言及するんですが、原神が UGC 導入しますってポストしてるものへのリプ欄荒れまくってて笑いました。依然として原神は頂点に君臨してるし、新たなパッチの情報が出るたびにあれだけ話題を席巻しているにもかかわらず、リプ欄についてはああいうリアクションだったり、あとは持ち物検査やめろだったり、一人一人の原神プレイヤーの話聞くと運営との関係性が良好には聞こえないんですよね。傍から見てるエアプ勢からするとすごく不思議です。私が見る景色だけで言うと、名調は運営とユーザーの関係がすごく良好なので、このまま突っ走ってほしいなと思いました。余談以上です。派遣ゲームがそのゲーム内で UGC 作るっていう取り組み自体が興味深くて、じゃあ今自分がハマってるゲームたちはそれ真似た方がいいのかなってぼんやり考えたことを勝手に共有しました。マイクラ的なやつ14や名調に入れるとしたらどんなアイディアがあるんでしょうか。それはあった方がいいんでしょうか。皆さんの意見をお聞かせください。以上です。家なしララは限りある時間で面白ゲームを最大限楽しむためのチャンネルです。今後作成する動画もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。動画化するまでもない日常オタク語りを X で、表には出しにくい話やチャンネル運営話をメンバーシップで語っていますので、そちらのフォローも何卒。でも大食いフローバーはありだな。おついえなし。